こんにちは。はい、こんにちは。前回の、質問、山田君の質問が、バックのコントロールの時の、やつで、今回はその続きがあるということですね。はい、それをお願いします。はい、さっきのはシングルレッグは取れたよと、だけどなんか締めれなかったら、締めがうまく相手が肘に引いてきたら締めれるよね、よかったね。でだけどさ、相手がこう肘引いてこなかったら締めれないじゃん。こうなるとね、3点差で負けてたらもうバックとなんと勝てないもんね。もうそういう時はバックポイントの4点を取りたいと。でそういう時どうするか。じゃあさあ、わしから4点取ってみたまえ。こうやって足が入らない。俺の体をベロンとこう伸ばして、伸ばしてしまえば足入れていい。足は入るし、こう頑張って丸まってるのをぎゅうぎゅう伸ばそうとしても、伸びなければ足は入らんと。俺の腕と足が近づいていれば入らないから。ただそれだけの話なんで、パワーでバッコン引き抜いちゃって伸ばしちゃいいんだ。ありがとう。でだからどうしようかな。一人でさっきのやってみてこれをえいってこうやって、じゃあそこで止まって、どこの筋肉使ってるの？背筋みたいな。背筋みたいなとこね。で背筋みたいなとこってさ、弱いんだよね。力すごい弱い。人間で一番力の強いところはどこだね。ほっぺたかな。太ももとかですか。太もも強そうだね。でもね、お尻なんですよ、実は。お尻なんですか。お尻なんだよ。充実ってね、今の俺の考えは、体重と尻の力の喧嘩なの。本当。体重が軽いかつ尻の力が強い。体重使う。だからぶら下がったりよっかかったりする。体重使う。上だったらよっかかるし、下だったらぶら下がるわけだね。でも上も下もね、足の力なんだよ。あと筋肉を使うとしたらね、足を使う。だってさ、めっちゃ大変でしょ。全然大変じゃないでしょ。だから足ってすごいんだよね。何の不平もやんでこんなこと軽くやってくる。手で人一人上げれないでしょ。でも足は同じ体重の人をおんぶして片足でジャンプとかできるじゃん。ということは、手は1人分の体重もハンドルできないけど、足は2人分の体重をハンドルできるな。で一体抑え込みって何だろう。いや逃げれんね。いやでも手使えてんじゃん。でもさ、手力弱いから効かないんだよね。でももし足が入ってたらギューしていいぞ。足の力は強いから逃げる。で抑え込みっていうのは単に足が引っかかってない状態を、俺の足も可動域あるからさ、俺の足が引っかかってないところにいてそれをキープすることだけを言うんで、抑え込みに不思議な丸くがあるわけじゃないんだ。というのは意外とね、知らないんで、だから体全部使いたいんだ。で背筋はどうでもいい。背筋本当どうでもいいから、お尻をめっちゃ反らす。カチカチになるんですね。だからこう膝から先とか考える。この尻は背中の体ともも、この辺くっついてるわけだから、ここだけを目いっぱいだけど、言い方を変えればこの鼠径部、本当は鼠径部じゃないんだけど、そこめっちゃ伸ばす。こので体も反らして脳天と膝とかかかとが円になるよ。俺体硬いからそんな見えない。であと手もしっかり使うね。実際こうするかわかんないけど、そうすると伸びると思うよ。やってみる。俺がやる。じゃあ丸まり構え。いくぞ。ね。開いたり。そうすると足入るから。よし。やってみよう。そうだな。で今入んなかったな。でやっぱり
今なんで入らなかったかっつったら、両足使っていけよって伸ばしていいよ、伸ばして。だけど右足を入れるときにさあ入れようとしてて、ここで左のお尻の筋肉も緩めちゃったから俺が戻っちゃったんだね。だからギュー伸ばしたら、そう左足は左のお尻はカッチカチにしたまんま右足だけ緩めて、そうこれで入るな、これでバックが取れるかもしれない。あと足入れるとこが結構大事で、ちょっといい？この見えるかな、鼠径部か膝先から、ここが一番、ここか、そうどっちか、どっちかは手がね、どっちかしか防げないんだよ。はい、そうどっちだって俺がちょっとやってみる。やってギュー反らしたですと、反らしてここまで来た。だけど俺の手がここ近ければくるってまして、こうかかとを引っ掛けて、これでやっとね、かかとを引っ掛けてここにで力で伸ばしちゃう。これで伸びるから、先っちょに当たってるんで、戻して、よし。これだったらさっきのことできないでしょ、そういう場合は俺はつま先から入れるんだけど、そのつま先から入れればこれで入っちゃうでしょ。大体これが多いと思うけど、なかなか手が万歳してればどっからでも入れれるけど、やっぱ相手も頑張るんで、でもちょっとでも伸ばしたらこれ入らん、こっちだったら伸ばした方がいいというのは戻してかけて、また外されちゃうかもしれない。でもかけてガツン伸ばされるともう手が届かないから、そうするといいと思う。俺はそうしてるけどね。はい、分かったかな。一件落着しましたか？はい、正解しました。バックの足の入れ方が分かりましたね。はい、これにて一件落着。ありがとうございます。ありがとうございます。見抜けるかどうかだけコツを教えてください。全部やってるから、目の前でやってるんだよね。でその人が理解できるものを手順って呼んで、その人が理解できないでここはこうするんだ、それすごいコツですね。いや全部手順なんだよ、やってるんだよ。だからどこも変わんない。でただある技を人に説明して、たくさんの人に説明して多くの人で抜け落ちる点がある。そこがきっとコツって言われるもんなんだと思うんだけど、ただそれだけのもんでこれが絶対のコツっていうのはないんだよね。僕が昔書いた、記事の中にヒクソンがなんであんなに強いんだろうねっていうインタビューがあって、ヒクソンじゃない、なんかヒクソンの知り合いに誰かが聞いて、その人がヒクソンはたくさんの人にプライベートレッスンをしたからじゃないかなっていう問答があって、俺もたくさんの人に技を喋ってきて、俺も気が付かないやったけど俺こうしてるわみたいなのをたくさん気づいてきた。で僕はインストラクターのプロなんで、人にほとんど毎日人に寝技を教える。で帰って俺全部ビデオ見てるから、自分がどう教えたかとか、だからでもそんなことやってる人いないと思うんだよね。だからいろんなこと分かったんじゃないかな。だけど帰って風呂入りながらやっぱ説明おかしいよなとか、こうしてこうだろう、でも全然理にかなってないわとか、もうああいうふうに言えば人にもっと理解してくれたんじゃないかなっていうことはくつろぎながら、だから人に直接インストラクターしてるのと、帰ってビデオ見てホッとしながら、ホッとした時にポッとアイデアが出るだけで、打ち込みとかムーブとかしない。